優雅な友。三章。人は神にあり、神は完全である。発酵の同胞団は、人間の進化、幸福、福祉と密接に関わっています。我らは幾多の地上生活の経験を重ねており、従って必要に応じてこれら人間経験を思い出すことが可能なのです。だから皆さんのように物事を感じることができます。皆さんの欲求不満、制約感、心配、恐怖、何でもわかります。肉体の痛みも精神の苦悩もわかります。我らは皆さんの分身、皆さんの中の一人、皆さんのすべてと一つです。しかし我らは皆さんを愛する。愛するがゆえに我らは皆さんの課題や根拠を取り除いてはあげません。そうすることは皆さんに親切でも良いことでもないからです。我らはただ皆さんのそばに立ち、力と愛を皆さんに与えます。皆さんが徐々に試行錯誤で学習をしていくその間にです。もし皆さんが光の道を踏んで霊の教えに耳を傾けてうまく苦難の処理ができれば、その結果として皆さんの魂は喜びを受け取りましょう。もし我らが皆さんの課題や根拠を取り除いてあげたら、得られようのなかったその喜びをです。皆さんが正しい道を見、これに従うその度に、また皆さんが隠れた内在の生命に触れるその度に、光が皆さんの心と魂に広がります。生命が新しい姿をとって現れます。されば皆さんは今まで見たこともなかった優れた光景、光り輝く美を、霊の目と肉の目と両の目を持って見るのです。されば皆さんのハートは歌うでしょう。直感も心も常に世俗的な思いにとらわれないようになさい。霊的な精神が低俗な精神を支配するようにしなさい。生活も生活上の出来事もそういう風でありなされ。それは世間離れする、そういう意味とは全く違う。皆さんが精神によってものを考えるようにすれば、皆さんは絶えず人生を完全に導く力でありたもう神と共にあることです。心を開いて幼子のようになって求めれば、必要な英知は手に入りましょう。しかし求めると言っても誤った求め方をしてはなりません。正しい道とは、神を信じ愛であり英知である神は人の心の信用の願いを聞き届けたもうと知ることです。祈りとは自己を莫大な愛の精神と一つに完全に同調させることです。その愛の上にありなされ、そこを生き、それを思い、自分のことなど、また世俗の思いなどは持ちなさるな。我は虚しいものです。我からは永続する力も、英知も愛も生まれることはありません。ただ天地の中心にあなたがつながるとき、天界の光に触れているとき、あなたは偉大なものとなるのです。なんとなれば、その時あなたは意識的に神と共にあり、神はあなたと共にありたもうからです。さればすべてのことが良き方に向かって働きましょう。あなたが良きものと、すなわち神と共にあるのですから。後ろを振り返りなさるな。過ちをくよくよ嘆きなさるな。どんなにそれが痛いものでも、一つ一つの経験に感謝をお持ちなされ。それのおかげで、あなたは物事が一つわかるようになったのだから。目も心も物質世界の情報に据えておきなされ。我らはやむを得ずこういう言い方をする。しかしながら同時に我らは霊と物質が一つであることをしかと心得ております。皆さんはまだそこまで言っておりません。人間は霊を発揮して生きねばならぬものです。人間とは形をとった霊なのです。しかもその形とは霊から構成されているものです。したがって人間の外的な生活とは本人の霊性発揮の程度以下の表現なのです。いやまたその生活の姿、肉体が表現するすべては純潔完全な創造主の生命と光の表現でもあるのです。皆さんが我らの言葉をよく噛み締めてくださるよう望みます。皆さんの今後の仕事、個人にしろ全体にしろその幸福は根本のこの真理にかかっています。もし皆さんが鍛錬をしてつまらぬことは捨ておいて大事な霊の観点を守って生きられれば、必要とする神聖の援助と指導が得られましょう。あまり物的さじに首を突っ込まぬことです。でないと無限供給の源から切り離されます。良い思いのために費やされた時間は決して無駄になりません。低級な心、俗界の考え方、それに引き込まれないよう毅然とするたびに、自らの黄河の光にしっかり応えるたびに、
あなたは霊性を強化しつつあります。さらにはまた、地上の光明の力を増大させつつあります。皆さんが心の奥で我らに呼びかけるとき、我らがこれに答えないということはありません。しかし皆さんの方は必ずしもその答えを耳にしないのです。皆さんには一層の信、一層の確信が必要です。疑念とか属性の恐怖とか、そういうモヤモヤを切り捨てねばなりません。皆さんは信じようとしておられる。だがそれがいつも確固としないのです。皆さんは暗い土に根を張った若い植物のようです。青い芽を外へ出そうとしているのです。この成長が日常生活を生きる目的です。しかしこれには内在の霊から出る強靭な悪なき努力が必要とされます。人間の中にある暗部を見てたじろがぬようにしなさい。むしろ生命への憐れみを養いなさい。優越感ではなく、優しいいたわりの憐れみです。それは難しいことは分かっておる。だが、それでもそれを養ってもらいたいのです。生活の中に高いものを表現してもらいたいのです。日ごと生活を始める前に、それを実践してもらいたい。仮に5分間でもいいのです。活動を止めて、静かに神にその恩寵と愛を願いなさい。心を霊に向けなさい。皆さんを見守り助けてくれている人霊と天使の霊とにです。このような霊的な生き方をあなたの生活としなさい。それがあなたのものとなるようにです。朝のうちの5分間でもいいのです。眠りにつく前の数分でも結構。神と共にいる実践をしなされ。そうして願わくば、周辺の無知や暗闇に巻き込まれなさるな。暗闇の中で生きては何の益もない。光に目を向け、光の大いなる通路となるよう祈りなさい。意気消沈させようとする低級な心に耳を傾けてはなりません。神は全き善、全き愛、全き英知でありまして、されば神に愛を向ける者には万事が良き方へと進むのです。落胆してはなりません。どんなことがあっても否定的な面に身を置いてはなりません。そこからは何一つ良いものは生まれないからです。常に建設的にその力を働かせることです。信じなさい。良いことが起こる。一番良いことが起こりつつあると。さればその通りになります。霊に関することは声高に我らは語りません。山の上から呼ぶようなことはよろしくない。されば静寂を我らは守ります。皆さんは我らに、我らは皆さんに対して。皆さんの心に愛が満ちれば、それは神からのものですから、我らは皆さんに感謝申し上げる。皆さんがその良い親切な思いによって、どれほどのものを受け取るか、我らには言いようがありません。皆さんが力を養い、釣り合いを持つようになることは大事なことです。平静な心を持つようにすること。自分の小さな傷、過去、失敗にうじうじといつまでもせず、人々の福祉に向かって外に目を向けることです。多くの人が内政のために無駄な時を使いすぎています。これで良かったのかしら。あれではまずかったのではないか。進歩にあまりにこだわりすぎているのです。だがこれは弱さでして、克服しなければならないものです。少々の失敗があってもさしてあることではありません。大事なことは、あなたが今何を考えているのか、人類にどれほどの奉仕をしているか、これです。皆さんは霊界をも霊友をも愛しておいでになる。だが皆さんが正しいものの考え方をすれば、どんなに彼らが喜ぶか。これが分かれば皆さんはもっともっと幸福になります。それはあなた本人の人生の諸問題や苦難についてだけでなく、他者に対するそういう苦難に対してですよ。人によってはそれが難しいことは分かっております。しかしそのうちに自分から進んでそうするようになるし、生活の一部になります。年とともにあなたの心の中の内在の光がいよいよ輝きますように。その光を灯しくしないことが皆さんの聖なる責任となりますように。霊の存在が身近に感じられない時が時々ある。これはなぜだろうと皆さんは思っておられる。時にはそれがありありと感じられることもあります。時には空虚で重たい感じがしており、また時には山の山頂にでもいるようで、周囲が爽やかで光っている。これはなぜなのでしょう。そういう爽やかな時には、皆さんは霊界からの明晰な印象を受けることができます。指導霊の存在も感じており、万事がトントンとうまく運んでいくのです。重苦しく感じるのは、文字通り心霊の霧の中に入っているので、霊の陽光が差し込まなくなっているのです。そういう時には、
全力を尽くして次のような意識を持ち続けなさい。太陽はそばにある。助力の霊たちは身近にいてくれていると。これには霊的精神的に多大の忍耐を要します。なんとなれば平静さとか本人の人格が大いに関係してきますから、自分を鍛錬して混沌の反射鏡とならぬよう、霊的実在の不動の確実な反射体となられるよう、活動の時と休憩の時があります。ゆとりをどうやって作るか、いつ持つか、これを心得ることは良いことです。また、ゆとりと意気消沈とは違います。これを見分けることも大事です。人は心がダメになって崩れることがあります。それは平静さを失ったのです。されば万事がうまくいきません。ゆとりを持っている時には、霊がしっかり討議をしているのです。それを恐怖とか意気粗相で追い出さないように、それは船から船長がいなくなることと同じです。自分の甲賀に保証をさせなさい。私は我が船の船長として止まろう。と。これこそ、霊性進化の王道を歩むものであります。偉大な霊しかそこにおられると感じて、しばしば黙想をしなさい。そういう高貴ある姿は、あなたの霊体が変化しないと考えられないものではありますが、あなたがそのように黙想すれば、あなたの全存在が霊視の高貴の中に参入いたします。他者の生活に安らぎを与えたいと思う人は、すなわち人の悩みを取り除き、悪魔よされなどの言葉を使いたいと思う人は、まず自己討議を学ばねばなりません。イエスは自分の内在の力を自己討議をしなければ、見えない力は討議できないことを承知していました。されば宇宙の神秘に参入したい人、人間関係の複雑さが分かっている人は、あれこれ人を導くよりも、まずもって内部を見てみねばなりません。つまり自分の家を整えねばならぬということです。皆さんはこう教えられています。人が正しい考えを持てば、善の勢力の中心点となり、その力が生活に作用するのであると。だが、これ以上のものがあります。皆さんがイエスの単純な教えに従われれば、その秘義がお分かりになろう。皆さんが愛を抱き神に従うなら、神は皆さんを通じて働きたまい、皆さんは誤りを犯すことはないのです。愛は誤ることがありません。愛は悪を知らず、不正を知らず、愛は弱いものでなく、傲慢でもありません。愛は与えます。愛はまた抑制を心得ています。霊視能力の開発を望む人は、己が内部の聖域を求めねばなりません。自己を精妙な心に同調させなさい。こうして得られたものは想像の断片ではありません。真実のものです。心霊力は有用なものです。ただし記憶してもらいたいのは、それは地上のすぐ近くの領域での働きに過ぎないのです。霊力の方は限界がありません。心霊力の発現は肉体の条件、つまりはある種の人間的な条件に関わっています。しかし、霊力、役者中、魂の浄化により、高級霊と感応して生じる一種の霊覚的霊能の方が発現すると、見えない世界に投入し、限界がなくなります。誰にでも霊能力は潜在しています。ですから皆さんが聖なる水を飲むことを求めるにつれ、その霊能は、百合の花が太陽に向かって咲くように花開くのです。皆さんは睡蓮が霊的進化の象徴に使われるのを耳にされるでしょう。水の表に咲く睡蓮は、霊能開発の古代のシンボルでした。もし霊能の要請をしたいと思われたら、まず目と耳を閉じ、属性を遮断しなさい。次に現像を、すなわち調和の取れた美しい庭園の像を心に描きなさい。その庭を奥の聖域へ向かって歩いていきなさい。広やかな門をくぐり抜け、庭園の中へと入ります。静かな池が見えます。清らかでなんと美しい。静かな霊の水は水晶のように透明です。あなたはその水を覗き込むかもしれませんね。そこに自分の本当の姿を見るでしょう。霊の水は人を欺くことはありません。その水の表に睡蓮が見えます。純白で黄金の花芯があります。白と金は正常と英知の象徴です。この完璧な花を黙想して、静かにそのままでいなされ、
さて、あなたと共にいる一軍の霊視に目を向けなされ。周りに光り輝く姿が見えましょう。天使らの姿です。あなたの個人的な愛する者たちが近づき、あなたと一つになります。神の宇宙にあっては何の別理もないことを解くとみなされ、あなたは神の中にある。神はあなたの中にある。あなたの守護霊はあなたの中にあり、あなたの分身であり、あなたはまた守護霊の分身であります。別理などはどこにもありません。すべては神のものです。神において何の別理もありません。皆さんは神の中にあり、神は完全でありたもう。皆さん、生命である霊の水平へおいでなされ。物質的な一切の不運不幸は払い落としなされ。そうしてただ一つの真実を悟りなされ。皆さんは神の中にあると、神は一切を単純にしたもうと、神の恵みを